こんにちは、ハンドメイドきよちゃんです。今回は前回の続きを編んでいきたいと思います。マーガレットの身ごろを編んできたんですけど、最初に袖口からこう編み始めて、袖の目数を増やしていって、で、模様編みの2、4、8と12、13段目から、この長編みを4目編んだ、この模様編みになって、目数はここから変わらず、まっすぐ編んでいくんですけど、それが、ここの模様がこうずれているので、2、4、6、8段で1模様になります。それが10模様。段で言うと80段まっすぐ編んできました。そしたら本当はこちらを表にしようと思ったんですけど、こちらっていうのは、この長編みのこの模様が、右からこう始まって編んでいく時が表になるんですけど、この表側じゃなくて裏側の方がこうポコポコポコっとした、模様編みになって、こちらの方が可愛いなと思ったので、裏側を表にしていこうと思います。なのでこういう、糸端の部分をこっちの表側に出して編んできました。そしたら次から、減らし目、ここまっすぐ編み地をまっすぐ編んできたので、今度こういう感じでまた袖口の方に向かって、目を減らして編んでいこうと思います。ここの、長編みの玉模様みたいなところ、これを3目一度にして、編もうと思います。同じ編み方ですので、こっちで最初に編んできた編み方とこちらで3目編んだ編み方と同じ編み方で基本編もうと思うので、省略して説明しますけど、立ち上がり鎖3目プラス鎖1目、全部で鎖を4目編んで、今度は最初にこの玉模様みたいなこの模様が来る編み方になるので、ここの2本の、長編みの間のここに長編みを3目編み入れて編んでいきます。編んでいきます。そして、鎖を入れて同じ、編み方です。この、4目一度のここの両脇のゴマ編みのところ、前段のここに、長編みを入れて鎖を入れて、またこの、こちら側のゴマ編みのところに長編みを編み入れます。で、鎖を入れるのを忘れずに、今度はこの間のところに3目で長編みを入れて、鎖を1目入れて、ここのところに長編み鎖長編み、この編み方でずっとこの段は編んでいきます。
はい、最後は、3目、長編み3目を、編み入れて、で鎖を1目編んで、最後の目に長編みを編んで編み終わりました。そしたら、次は立ち上がり鎖1目編んで、細編みと鎖の編み方になります。長編みだったところに、細編みを編んで、鎖のところは、鎖で編んでいきます。細編みで鎖で、細編み3目、1、2、3で鎖で長編みのところ細編み鎖細編み鎖で細編み3目、こんな感じで戻っていきます。はい、弦目の2段目の最後のところに来ました。立ち上がり鎖3目プラス鎖1目のところは、鎖を1目編んで、この立ち上がり鎖3目目に針を入れて細編みで留めて、これで終わります。そしたら、この玉模様のもう半分2段を編んでいきます。ここで、立ち上がり鎖3目プラス、鎖を2目編みます。全部で鎖5目になります。そしたら編み地をひっくり返して、ここの長編み3目の1目目の延長線上のこの細編みのところに針を入れて、長編みの3目一度を編みます。そして鎖を3目編みます。1、2、3目。3目編んだら、この長編みと長編みの延長線上の細編みの目を拾って、長編みの2目一度を編みます。ここが延長線上の細編みのところなので、これで長編み2目一度編みました。そしたらまた3目鎖を編んで、今度はこの長編み3目一度の編み方で模様を編みます。そしたら次は鎖3目で長編み2目一度を編んで、こんな感じになります。はい、最後に来ました。長編み3目一度編んだら、鎖を2目編んで、最後の目に長編みを編んで、これで終わります。そしたら次は、鎖と細編みを交互に編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んで、編み地をひっくり返して、最初細編みを編んで、次鎖、次はこの穴のところに側に針を入れて細編みで、この3目一度の上に鎖を1目編んで、またこの次の穴のところに側に針を入れて細編み
で、鎖を1目編んで、長編み2目一度のここのところの横の穴に側に針を入れて、細編みで2目一度の上は鎖で、細編み鎖、今度ここの3目一度のこの横の穴に側に針を入れて、細編みで3目一度の上は鎖で、細編み鎖、そこに針を入れて細編み鎖、これの繰り返しで編んでいきます。鎖3目編んだ、前段編んだところは細編み鎖細編みで編んでいく形になります。1件目の4段目の最後に来ました。でこの3目一度の上は鎖を編んで、この立ち上がり鎖3目プラス2目、鎖5目のところを編んでいきます。ここに側に針を入れて、細編みを編んで、鎖を1目入れたら、立ち上がり3目の3目目に、細編みを編んで、これでこの段は編み終わります。今度、5段目。5段目も、立ち上がり鎖3目プラス鎖2目、全部で5目鎖を編んで、編み地をひっくり返して、また長編みの2目一度を編みます。この玉模様が今度こちらに、来る形になります。ここは、通常だったら長編みを2本こう編むんですけど、ここも、その長編みを編むところに針を入れて、長編みの2目一度を編みます。この前段の細編みを編んだところに針を入れて、これで長編み2目一度を編みました。そしたら、次鎖2目編んで、この長編み2目一度を編んだ上のところ、前段の鎖で編んだところ、ここの目に側に針を入れて、でここで、長編みを3目編み入れます。3回。ここはすいません、間違えた。長編みを3回編みます。1、2、3回編みます。そしたらまた鎖2目で、今度は、ここの3目でここ長編みを編む、2本編むところなので、長編みの2目一度を前段の細編み部分から拾ってこのように編みます。そしたら鎖を2目入れて、今度はこの2目一度の延長線上のこの目に長編みを3目編み入れます。これを繰り返していきます。はい、5段目の最後に来ました。長編み2目一度を編んだら鎖を2目
編んで、最後の目に長編みを編んで終わります。はい。そしたら、また次は、細編みと鎖の編み方になります。立ち上がり鎖1目編んで、編み地をひっくり返して、で長編みのところに細編みを編んで、鎖を編んで、この穴のところに側に針を入れて、細編み、この2目一度の上は鎖、またこの穴のところに側に針を入れて、細編み、で鎖を1目編んだら、この長編み3目のところは細編み、細編みを3目編んだら、鎖を1目編んで、この2目一度のこの横のところの穴に側に針を入れて細編み、でこの2目一度の上は鎖、また隣の穴に側に針を入れて細編み、で鎖、でこの長編みのところは細編み3目、でこのように編んでいきます。鎖を編んで、この穴に側に針を入れて細編み、2目一度の上は鎖で、また横の穴に側に細編みで、鎖を1目入れたら細編み3目、このように編んでいきます。はい、最後のところに来ました。立ち上がり鎖3目プラス、鎖2目、全部で鎖5目のところの編み方になります。手前で、長編み2目一度の上なので鎖を1目編んだところになります。そしたら、この穴に側に針を入れて細編みを編んで、で鎖を1目入れて、立ち上がり鎖3目目に細編みを編んで、これで、終わります。そしたら7段目、また立ち上がり鎖3目プラス鎖2目編んで、編み地をひっくり返します。そしたら、この前の、2目一度のところの延長線上のこの鎖のところに、長編みを1目編みます。そしたら鎖2目で、この鎖、長編み3目のところに今度延長線上のところに針を入れて、長編みの3目一度を編みます。1、2、3、はい。そしたら鎖は2目編んで、この、長編み2目一度の延長線上の鎖のところに長編み1目、また鎖を2目編んで、今度はこの延長線上の細編みを編んだところに長編み3目一度、このように編んでいきます。はい、
7段目の最後に来ました。長編みを1目このように編んだら、鎖を2目編んで、最後の目に長編みを編んで、これで終わります。そしたら8段目は、細編みと鎖を編んでいくんですけど、長編みのところは基本鎖を編んで、鎖のところは細編みを編んでいく形になります。立ち上がり鎖1目編んだら、最初のところだけは、細編みを編みます。そしたら、ここ鎖のところは細編みもう即に入れちゃっていいです。細編みを2目編んで、この長編みのところは鎖で、細編み2目で鎖1目、細編み2目鎖1目、これを繰り返し編んでいきます。はい、8段目の最後、この長編みの上は鎖を1目編んで、この鎖5目のところは、細編みを2目このように即に編んで、最後1、2、3目目立ち上がりの3目目に針を入れて、これ別にそのまま3目でもいいんですけど、区別するためにこのように、3目目に針を入れて細編みを編みました。そしたら9段目立ち上がり鎖3目プラス鎖1目、全部で4目鎖を編んで、編み地をひっくり返して、で長編みのこの延長線上のこの鎖のところに針を入れて、長編みを3回編みます。はい、そしたら、鎖を1目入れて、この、長編み3目一度の延長線上のこの、鎖のところに長編みを1目編んで、で鎖を編んで、長編みの延長線上のこの鎖のところに長編みを3目編み入れていきます。はい、これの繰り返しです。間に鎖を1目入れて、で長編み1目鎖1目長編みを3目編んで、鎖を1目長編み1目、これで編んでいきます。はい、9段目の最後に来ました。3目長編みを編み入れたら、鎖を1目編んで、最後の目に長編みを編んで、これで9段目が終わります。そしたら10段目細編みと鎖を編んでいきます。鎖のところには鎖で、長編みのところに細編みを編んでいく形になります。立ち上がり鎖1目編んで、編み地をひっくり返して、長編みのところに細編み、鎖だった目は鎖なので、鎖を1目編んだら細編みを3目
で、鎖で長編みのとこなので細編み、鎖、細編み3目、鎖、細編み、こういう感じで編んでいきます。はい、10段目の最後に来ました。立ち上がりの鎖3目プラス鎖1目のところは、鎖を1目編んで、この立ち上がりの3目目に細編みで編み留めて、これで10段目が終わります。11段目、立ち上がり鎖3目プラス鎖1目、全部で鎖4目編んだら、編み地をひっくり返して、長編みの3目一度を編みます。こちらの長編み3目の延長線上のこの細編み3目のところに長編みの未完成を3つ編んで、最後に糸を引き出して、これで長編みの3目一度を編んだら、今度鎖1目入れて、この長編み1目のところの延長線上のこの細編みのところに長編み1目、また鎖を入れて、次はこの長編み3目の延長線上の細編みのところに長編みの3目一度、また鎖を入れて長編み、これを繰り返していきます。はい、11段目の最後に来ました。あと2目余っているところです。長編み3目一度を編み終えたら、鎖を1目編んで、最後のここの細編みのところに長編みを1目編んで、これで11段目が終わります。そしたらここの、原目の11段目の時点で目が、最後61目、袖口の作り目が59目だったので2目多いので、ここの両脇で、減らす形になります。立ち上がり鎖1目編んで、本当だったらここの、長編みの編んだところに細編みを編むんですけど、側に入れてもいいです。そしたら、鎖を1目編んで、またこっちの穴に側に針を入れて細編みで、鎖1目この穴に側に針を入れて細編み鎖細編み鎖細編み鎖で編んでいきます。はい、12段目の最後、袖口の部分の1段目になりますが、長編みの、隣の穴のところに細編みを編んで、最後、前段鎖3目、長編み3目一度のところになります。そしたら鎖を1目編んで、この立ち上がりの鎖3目プラス
鎖1目のところに、側に針を入れて、細編みを編んで、これで終わります。ここで、立ち上がりの3目目に細編みを今までは編んでたんですけど、こっちで1目減らして、ここで1目減らしたいので、これで終わる形になります。そしたら、袖口の部分2段目になります。立ち上がり鎖1目編んだら、今度は目を減らさないで編んでいくので、この今細編みを編んだところにまた細編みを編んで、で、鎖だったところは細編み、細編みで編んだところは鎖で編んでいくので、ここは2回続けて細編みを編む形になります。そして、鎖、細編み、鎖、細編み編んでいきます。それで、最後細編み細編みで終わる形になります。袖口の最初の部分と同じ編み方になりますので、交互に編んでいくようにして、9段編み進めていきます。はい、9段編んできました。そしたら10段目は、全部細編みで拾って、編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んで編み地をひっくり返して、最初の目から全部このように細編みを59目編んでいきます。そして、自分だけ糸を引き出して糸をカットします。はい、細編み59目編み終えたら糸を30センチぐらい出してカットします。はい、身ごろが出来上がりました。だいたい長さが54センチぐらい、この丈になりますが、54センチぐらいの丈になります。袖口が最初のところでも測りましたが、だいたい25センチだったんですけど、こちら側はちょっと26センチぐらいですね。になります。4センチ幅。長さが、袖のところが4センチぐらいで。模様編み部分の長さが、ずっとここまで来て78センチぐらい。この袖口まで含めると88センチぐらいになりました。はい、そうしたら、脇下を閉じていきます。糸がもうこれぐらいしかないので、これを、前立ての部分に使いたいので、なるべく糸をもう使いたくないので、閉じ方も
すくい閉じで閉じていこうと思います。鎖閉じとかだと糸を使ってしまうと思うので、こうやって、すくって閉じていこうと思います。表を見て、表側にする編み地を見て閉じていきます。この閉じる部分は、この模様編みの部分から2、4、6、8と12段まで、12段目までを閉じていこうと思います。閉じていくのは、この一目内側を拾って閉じていきます。こういう感じで一目ずつ拾って閉じていきます。はい、そしたらこの模様編みのところも、ここの一番隅の目を拾って閉じていこうと思います。こちらもだいたい同じところの目を拾ってこんな感じで閉じていけばいいと思います。こう半目ずつ拾う感じでいけばいいと思います。こういう感じではい、12段目のところまで閉じてきました。あんまりこう閉じた部分がわからない感じになったかと思います。はい、こんな感じです。そしたら、裏のこの閉じたところの耳の部分に適当にザクザク縫い付けて糸をカットすればこんな感じでできました。もう片方も閉じていきます。はい、そしたらこの糸端の、つなぎ目、糸と糸の毛糸と毛糸の玉のつなぎ目のところの糸処理をします。この、裏側こちらが表になりますの、裏側にこの糸端を出して裏側の編み地にこのように糸端を縫い付けて、それで適当に縫ったら糸をカットします。こんな感じで
糸端の始末をしてください。同じように、こんな感じで。こんな感じで、あんまり目立たないように始末しました。はい、そしたら最後にこの縁を、身ごろの縁を一周編んでいきます。脇下の手前のところら辺から編んでいきます。このように鎖を2本、鎖になるように2本取って、糸を引き出して1目編んでから同じところに細編みを編んでいきます。この糸端も、巻き込んで編んでいきます。でここの、細編みと鎖のところは1目、だけ編んで、この立ち上がり鎖3目で編んだこの長編みの部分のところは、3目細編みを編み入れます。側に針を入れて編んでいます。ここは1目、ここは3目、でここの、脇下のところの部分、この、V のところは、ちょっとここら辺をこう2本拾って、同じこの穴に2回細編みを編み入れます。そしてまたこちらの方の身ごろになって、ここは1目で、この長編みのところは3目、ちょっと糸端はもうこれで入れないようにして、で、3目と1目でこのように4目ずつ細編みを編んでいきます。はい、ぐるーっと一周編んできました。そしたら、最初の目に糸を引き抜きます。この立ち上がりのところではなくて、この最初の目に糸を引き抜きます。そしたら、立ち上がり鎖1目編んで、編み地を返して、今度は細編みと鎖を繰り返し編んでいきます。最初の目に細編み、次鎖1目飛ばして細編み、鎖1目飛ばして細編み鎖で、この袖口の編み方と同じように編んでいこうと思います。ですので、ぐるっとまた回ってきて、最初の目に糸を引き抜いたら、今度はまた表を見て、細編みと鎖を編んでいくんですけど、次は細編み細編みを編んでから、鎖細編み鎖細編みっていう感じで編んでいくことになります。それで糸が、なくなるまで、切りのいい段まで
編み進めてください。そしたら、終わりになります。はい、3段細編みと鎖を交互に編み進めてきました。あと糸がこれぐらいしかないので、ここで、糸をカットして、で、この内編み、この部分の糸端を、裏地に縫い付けて糸始末します。はい、このように縫い付けたらカットして、こちらの糸端はこっちの、内を編んだ部分に縫い付けてカットして、これで完成になります。全部で4段しか編めなかったので、2センチもちょっとないんですけど、幅が編み終えました。では、ボディに着せてみたいと思います。はい、こんな感じに出来上がりました。袖がこう丸い感じのパフスリーブみたいな感じになって可愛らしくできたと思います。で、袖口はきっちりめに細く編んであります。模様がポコポコした感じで可愛らしく出来上がっています。丈がだいたい52、3センチぐらいあります。このホワイトなんですけど、ちょっとところどころこういう何ですかね、汚れみたいなのがあったので、ピンクの糸はこういうのがなかったんですけど、ちょっとホワイトの方はこういう汚れが少しありました。でもまあ遠くから見ればさほど気にならないし、肌寒い時に着るものとして編んだので、別にいいかなと思います。では最後に、実際着たものを紹介して終わりたいと思います。ウエストの位置がここになります。わかりやすいように、フックを入れています。こんな感じで出来上がりました。袖丈は肘ぐらいになります。着丈はここがウエストなので、だいたいお尻の半分くらいが隠れるぐらいになります。可愛くできたと思います。ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。次回もぜひご視聴ください。ありがとうございました。